巨大ブラックホールに飲み込まれゆく宇宙ステーション。父に残された時間はあと30秒だが、極限の重力が引き起こす時間の遅れが発生。地球に残された娘の生涯をかけた戦いが始まる。 Never give up. I promise. I'll help you. 宇宙空間において最大の恐怖は命を失うことではない、取り残されることだ。2019年、土星近傍で発見されたワームホール。それは人類のために開かれた扉だった。人類はそのワームホールを利用し、通常なら何万年もかかる距離を一瞬で越え、広大な宇宙へと進出していった。その中でも最も危険であり、同時に最も魅力的な任務があった。それは約100億光年の彼方に存在する超巨大ブラックホールガルガンチュアの調査である。2157年、ワームホールを抜けてガルガンチュア特異点探査ステーションに到着した私はすでに覚悟を決めていた。ガルガンチュアによる潮汐力の影響が少ない位置に配置されたこのステーションが、これから1年間自由気ままに一人で住む我が家だ。窓の外には光さえ逃れることのできない事象の地平線が広がっている。すべての物理法則が崩れ去る暗黒の淵。ここでの作業は基本的にすべて地球からの遠隔操作と自律的な AI が行う。人間の作業はイレギュラーかつフィジカルな対応のみである。任務について3日目、静寂に包まれた船内に無機質な電子音が響く。地球からの定期通信だ。モニターに映し出されたのは地球に残してきた7歳の娘アンナの姿。 Daddy, how are you? Today's my 7th birthday. Please come home soon. 画面の中の彼女の笑顔は今の私にとって唯一の命綱だった。しかし触れることも抱きしめることもできない。 Anna, I love you. Listen carefully to what your mother says. That's a promise between you and your father. と私は返信のビデオログを吹き込んだ。親として彼女の人生の節目に何もしてやれなかったという罪悪感が真空の宇宙よりも冷たく胸を締め付ける。そして破滅は唐突に訪れた。ガルガンチュアに未知の放浪惑星が落下。その莫大な質量増によって事象の地平線が急激に拡大したのだ。警告音が鳴り響き、機体は事象の地平線へとゆっくりと引きずり込まれ始める。 Director Allen, we have 300 seconds left until we cross the event horizon. AI の落ち着いた音声報告。ガルガンチュアの潮汐力でこのステーションが引き裂かれるまでの船内時間があと5分しかないということだ。絶対に諦めない。脱出ポットの準備と同時に射出計算を行うが、この推力では到底振り切れないことがわかる。2分以上を無駄にしたことを後悔しつつ代案を模索する。 Main thrusters shut down. 120 seconds remaining until event horizon impact. AI の無機質なカウントダウンが響く中、メインモニターに強制割り込みの通信が入った。 Dad, are you watching? It's Anna, now 27 years old. 画面に映ったのは知らない女性、いや大人になったアンナであった。極限の重力が引き起こす時間の遅れ。地球ではもう20年ほど経過したのか。 I majored in black hole singularity physics. I saw your observational data, Dad. Oh, it's falling, isn't it? 彼女の目は涙で濡れていたが、決して光を失っていなかった。 Never give up. I promise. I'll help you. その言葉の直後だった。ブラックホールから放射された強烈な重力波がステーションの通信装置を完全に破壊した。モニターは暗転し、あらゆる通信手段がロスト。残されたのは圧倒的な漆黒と衝突までのカウントダウン。私が消失するまで残りあと30秒。あの日、パパが7歳の私のビデオレターを見て微笑んでいたまさにその時、ガルガンチュアで重力災害が発生していた。地球の宇宙機関はパパの船からの通信を完全にロストした。
送られてくるのは重力嵐によって極限まで引き伸ばされた意味不明なノイズだけ。数年後、世界中の科学者は探査ステーションは消滅、アレン所長の存在は絶望的と結論付け、捜索を打ち切った。でも、私だけは諦めなかった。極限の重力下では、時間が異常に遅れる浦島効果が発生する。地球では何年も経っているけれど、パパにとってはまだほんの数秒しか経っていないはずだ。私はパパが生きていることを証明するためだけに、得意点物理学を猛勉強した。そして27歳になったあの日、ついに私は20年間地球に届き続けていたただのノイズの解析に成功する。それはノイズじゃない。極度に引き伸ばされたパパの生体データだった。間違いない。パパは生きている。パパにとって事故は今起きたばかりで、今まさに事象の地平線へ向かって落下している最中なんだ。私は宇宙機関の静止を振り切り、重力嵐を貫通する超高出力の緊急割り込み通信を強行した。Never give up. I promise. I'll help you. しかし、その後、今度こそ、あらゆる通信手段が途絶えた。私のメッセージが届いたのかどうかもわからない。だが、今この瞬間だけは、パパが生きていることは明白であった。私には時間がある。地球に取り残された私にとって、想像を絶する長く苦しい戦いの始まりだった。ブラックホールに落ちている探査ステーションを物理的に引きずり出す。27歳の私が立ち上げたその計画は、一国の財力では不可能な次元のプロジェクトだった。結婚し、家族も持ったが、私の魂の半分は常に冷たい暗黒の淵で震える父と共にあった。40代になった私は、目の下に深いクマを作りながらも、世界連邦議会でマイクを握りしめて演説、説得を続けていた。たった一人の人間を救うために、なぜ世界の GDP 半分以上を注ぎ込んで、地球の軌道上に巨大な重力波干渉施設を作る必要があるのか。冷笑する政治家たちに、私は叫び続けた。世間にとって、パパはすでに何十年も前に亡くなった人間。だが、私にとっては、パパは今まさに数秒間を生きるためにあがいている最中の父親だったのだ。60代になって、私はついにマーフの重力方程式を応用した統一場理論の新たな解を証明する。ノーベル賞確実と騒がれたが、授賞式には目もくれず、ただ建設が始まった巨大リング、アルクメデス・アレイの現場で指揮を取り続けた。この巨大リングが完成すれば、衝突しそうな隕石のコースを変えることができるし、希少な資源を含む小惑星を地球近辺に移動させることもできる。さらに、理論上は地球を移動させることさえ可能だ、という説得で、この計画を実現させたのである。過労で視力を失いかけながらも、政治家と戦い、物理学の常識と戦い、そして何より、自らの寿命という、決して覆せないエントロピーの増大と戦い続けていた。しかし、無情にも人間の肉体には限界がある。パパが暗闇の中でたった数十秒の恐怖に耐えている間に、私の時間は無慈悲に過ぎ去っていった。92歳、病床に伏した私の周囲には、未完成の巨大リングのホログラムが青白く浮かんでいた。酸素マスク越しに荒い息を吐きながら、私はベッドを囲む子供たち、そして孫たちの手を強く握りしめた。パパ、ごめんね。間に合わなかったわ。こぼれ落ちた涙とともに、私の時間は止まった。だが、肉体が滅びても、この執念の炎は消させない。事象の地平線衝突まで残り10秒。いよいよ機体が悪化し始めたその瞬間、探査ステーションが浮上し始めた。ブラックホールの引力に逆らい、強烈な反発場が形成されたのだ。空間そのものが歪み、ステーションは高速に近い速度で安全中域へと弾き出されていく。何が起きたのか理解できず、呆然とする私の目の前、何もない目の前の空中に青白い光の粒子が収束し、立体的なビジョンを描き出した。それは量子もつれを応用した物理アンテナを必要としない新次元の通信であった。そこに立っていたのは、あの27歳のアンナに似た女性。Don't be surprised. The distortion in space. We're the ones causing it.
This is the Alcubierre gravitational wave array, constructed by the Foundation. The out-of-phase gravitational waves temporarily distort the space around the station, sweeping it away along with the surrounding space. そして彼女は涙ぐみながら微笑んだ。I am Elena, the 19th chairperson of the Anna Foundation. I am a direct descendant of Anna. その言葉で私は全てを悟った。アンナはこの世を去っても彼女の執念は生き続けた。私を救う計画は財団に受け継がれ、彼女の子孫たちが親から子へ、子から孫へと数世紀にわたってバトンをつなぎ続けたのだ。何世代もの人間が私一人を救うために。この奇跡は何世紀にもわたるアンナの果てしなき執念の結晶。エレナの背景に見えるのは地球の軌道上に建造された直径数百キロに及ぶ巨大なリング状の施設。500 years in Earth time since the plan was launched, the rescue project using spatial distortion has just succeeded. 光すら逃げ出せない暗黒の淵で私を暗闇から引きずり出してくれたもの。それは重力波でもなく高次元の存在でもない、途方もない時間を超えて受け継がれた人間たちの愛であった。 To Director Allen, here is the final message from the original director, Anna. エレナは誇り高くまっすぐに私を見て言った。 Sorry to keep you waiting, Dad. I kept our promise. 500年という時の隔たりを超えて届いたその声に、私はただ泣き崩れることしかできなかった。